はい、皆さん、コンタコス。最近夏バテ気味なタルタコスでございます。さて、今回はですね、前回紹介しました難攻不落の拠点ですね。あの拠点を、ちょっと改良してみようかなという企画でございますね。あれからですね、いろんな襲撃が増えました。で、特にですね、一番めんどくさいと言われている、コウモリ。で、そして最近では、ゴーストなんかがね、追加されましたね。これによってなんか空から来るモブの襲撃が増えたことで、家畜たちがね、やられちゃうよとかね、そういう声がちらほら聞こえてきたので、今回はね、それをなんとか回避できるような拠点はないかなということで、作成したのがこんな感じですね。では、外観見ていきましょうか。はい、で、外観がね、こんな感じです。なんか、野球の球場というか、なんかそんな感じの見た目になってるんですけど、見た目は置いといてですね、どんな風に作ったかというと、ここに盛り土ね、前回と一緒ですね。前回と一緒で、盛り土をね、して、で、掘り作って、また盛り土してっていう感じなんですけど、で、ここからですね、さらに屋根2枚分、45度の屋根2枚分を、こんな感じで、周りに作って、で、そこからですね、木の床を4枚分伸ばしたような感じですね。これがですね、第1の壁です。で、第2の壁ですね。その上にさらに、この45度の屋根を伸ばして、で、途中でですね、この26度の屋根2枚分伸ばしたような感じですね。で、これが第2の壁です。この2枚の壁を使えば、モブの侵入を防げるんじゃないかと。タコスなりにざっくりと考えて、試した結果、うまいこと言ったので、今回はそちらのね、難攻不落の拠点回を紹介していこうかなと思います。で、この周りですね、拠点の周りなんですけど、ざっくりと、湧き潰ししてる感じですね。作業台置いたり、このね、松明も湧き潰しになるので、松明設置してるんですけど、モブがね、襲撃来たら、この松明とか壊れますね。はい。なので、超適当です。で、もしね、しっかりと湧き潰ししたい方は、守護石をですね、地面に埋めていただけると、モブもね、壊せない湧き潰しになるので、そっちの方がいいかなと思いますね。今回はちょっと検証用なんで、すごい適当にね、湧き潰ししてます。湧き潰しなんですけど、別にそんなやる必要ないかなと思いますね。はい。一応やってるだけです。別になくてもいいかなっていう感じですね。ただ、なんかこの辺りの草原のモブを攻撃した後、この襲撃に来たモブがね、自分のプレイヤーをターゲットにして、こう、拠点をね、襲撃する際にもしかしたら中に入ってくるかなと思うようなことがちらほらあったので、一応やってるだけですね。別になくてもいいかなって感じです。で、もしね、やる際は守護石をね、埋めた方がいいですね。さて、ではこの難攻不落の拠点回の実力をお見せする前に中ですね。中の方どうなってるかというと、拠点は作ってないです。建物は作ってないんですけど、このね、隅の方に作業台4つ置いて、で、このね、真ん中の方に一応12メートル地点ですかね。木の芯3本分、4メートル ×3 で12メートルのところに、狼をね、設置してます。で、こいつをね、一応、繁殖小屋に見立てて、襲撃がね、乗り切れるのかどうかというのをね、実験していこうと思います。ではね、この難攻不落の拠点回、実力をね、お見せしていきましょう。ということで、早速ね、襲撃を起こしていくんですけど、チートでね、強制的に襲撃を起こしていこうかなと思います。で、ゴーストの襲撃やるんですけど、周りがね、暗くなってモブの動きとかちょっと見えづらいので、強制的に晴れにしてますね。本当は周り暗くなるんですけど、モブの動きを見ていきたいので、天気はね、晴れにしておきます。さて、それではね、今、フリーフライモードにしてるので、ここからですね、ゴーストの襲撃起こしていきましょうか。このフリーフライで拠点の周りを見ながら、モブたちがどんな動きをしてるか、ちょっと見ていきましょう。
早速ですね、資料が拠点めがけてきましたが、まあ入れないですね。拠点に入れないので、上昇して入ろうとするんですけど、この木の床でね、上昇を防いでます。で、再び拠点に入ろうとするんですけど、入れず。みたいなね、こんな動きをずっと繰り返します。この木の床でですね、モブの上昇を制限することによって、モブはね、この拠点に入ってこれないですね。まあ、いかに空飛ぶモブであろうと、入ってくる気配はないですね。こういう資料とかね、あとコウモリとかは、まあ、入ろうとして入れなかったら一回引いて、もう一回入ろうとするんですけど、このね、引くときにちょっと上昇するんですよね、モブが。ただその上昇をこの木の床で防いでますね。なのでずっとこの動きになるっていう感じです。これね、今の状態で、まあ周りこんな感じで歩いても全くね、襲われる心配はございません。まあ、ダンスを踊ってもね、まあ、全然大丈夫ですね。はい、終わりました。ってな感じでね、モブの動きを阻害することによって、この拠点に入らせないというね、構造になってますね。まあ、バリスタとか設置するのも考えたんですけど、まあ、こっちの方がなんかいいかなと思って、こんな感じにしましたね。はい、ではね、次はね、シーカーのイベントを起こしていきましょう。気持ち悪いね、虫が襲ってくるめんどくさい襲撃なんですけど、これは果たしてどうか。お、なんかはぐれメタルのゴーストがいますね。なんでだ。襲撃をして帰りそびれたゴーストですね。さあ飛びました。気持ち悪い気持ち悪いんですけど、このシーカーも同様ですね。幽霊と一緒で一回引いて突撃するんですけど入れずという挙動ですね。ただまあちっちゃいシーカーにね松明とかやられてるんですけど、まあそんなのどうでもいいでしょう。はい、全然ね入ってこれないですね。はい、てな感じでシーカーもね入ってこれないですね、この拠点には。では次の襲撃ね、ギャル行きましょうか。ギャルですけど、本来なら草原では発生しません。まあ、霧の地限定で発生する襲撃なんですけど、今回はですね、強制的にチートで起こして、まあ、どんな感じの挙動になるかっていうのをね、見てみましょう。まあ、果たしてギャルはこちらに来るのか、どうなのか、この守りを突破してくるのかどうかっていうのもね、見ていきましょう。さあ、ギャル。さあ、向こうからね、来ましたね。気持ち悪いですね、これね。さあ、どんな感じになるか。はい、こんな感じですね。まあ、ギャルもね、一緒ですね。まあ、上昇をね、こうやって木の床で阻害することによって、一生ね、この拠点の周りをぐるぐるするというね、挙動になります。はい、襲撃終わりました。ギャルの襲撃時間はね、すごい短いですね。やっぱりね、いきなりこのやつ襲ってきたらもうたまたまじゃないんでね。さすがに襲撃時間は早め。はい、では周りのね雑魚敵を始末してから次の襲撃いきましょう。いよいよですね、最も防ぐのが難しい襲撃、コウモリいきましょう。さあどうなるのか。えい。さあお鍋をかけました。いました。コウモリの大群がねこっちに入っていきますが、前回のね襲撃同様防げてますね。
こっちに入ってくるのはなんとか防げてます。コウモリの場合はですね、モブがちっちゃいのでぐるぐると回りますね。一周ぐるぐると回っておりますが、なんとか防げてますね。今のところは拠点に入ってはきてないです。はい、大鍋が静まるということで、コウモリのね襲撃を防ぐことに成功しました。パチ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 と言いたいところなんですけど、まあこれ成功例を挙げてるだけですね。実は試したところ10回に23回ぐらい、コウモリの襲撃10回に対して23回ぐらいコウモリが1匹ここに侵入してくる可能性があるんですよ。でそれはなぜかというとですね、この辺りに隙間ないんですけど、なんでか知らないですけど入ってきます。まあおそらくですね、まあ壁すり抜けてちょっとバグ的な要素で多分入ってきてるとは思うんですけど、まあこの辺りの壁とかくぐり抜けて入ってくるのと、あとですね、スポーンした時、コウモリがスポーンした瞬間にこの壁より上にスポーンすることがあるんですよ。壁より上にスポーンすることがあって、そうした場合ね、壁の意味がないのでこの拠点にね入ってきちゃいますっていう、そういうねこともあって、まあ大体ですね、10回に2、3回ぐらいはこの拠点の中にコウモリが1匹入ってきてしまうことはありますね。まあただ1匹ぐらいなので、まあ、すぐ対応できますし、大半のねコウモリはこの壁でね防げるので、拠点防衛としては十分かなと思います。はい、ではざっくりとですね作り方の説明をしましょう。まずは盛り土をしますね。まあこの辺はですね難攻不落の拠点と一緒ですね。全く頑張って盛り土しましょう。で壁ができたらですね、お次掘っていきますね。これも全く一緒ですね。盛り土した後堀を作ります。で掘った後ですね、この盛り土をですねできるだけ平らにならしていきますね。地面がですねちょっと凸凹なので盛り土の高さもだいぶ変わってくるんですよね。なので、まあ、低いところを基準にならしていってもらったらいいかなと思います。でちょっとモブが侵入してきそうなところは掘って、もう一段階ね壁を作って、モブがですね中の堀になかなか侵入してこないようにしてますね。でこれ試しに襲撃を起こした段階です。ちゃんと堀も効いててモブが入ってこないですね。まあいい感じかなって感じです。ただちょっとねまた侵入してきそうなところがあったので、まあその辺りはねもう一回掘ってもらって壁をねちょっと高くしていきます。まあこの辺をですねトライアンドエラーで修正していってもらったらいいかなと思いますね。でお次ですね、壁作っていきますね。だいたい角に鉄の梁作って、そこからですねまあ伸ばしていくような感じで木の屋根を作っていきます。でなるべくね地面に接しているような形で最初は木の屋根を置く方がいいんですけど、まあタコスね土の壁まっすぐ作るの下手くそすぎて、まあなぜかね木の屋根を張っていくごとに強度が足りなくなってくるというね、地面と接しなくなってくるというね現象が起こったので、まあこれ仕方ないので、鉄の針でね補強しました。で最後に谷をつけて一面作り終えるとこんな感じですね。バーッと木の屋根が並んでる状態ですね。これをね4面作っていきますね。で木の屋根をね4面張り終えたら木の屋根をなんとかね伸ばしていきますね。土の壁から3枚分ぐらいでいいかなって感じです。3枚分ぐらい伸ばしていきます。で強度がね結構足りなくなるので、強度足りなくなったら鉄の針でねしっかりと補強してあげて、これでね強度足りるので
で、3枚分伸ばした後に、このね、木の床を貼っていきますね。これはね、まずは試作段階で作ったので、とりあえず1枚で試してますね。で、最後のね、4面作ろうと思ったんですけど、タコス下手くそで、なぜか一周すると合わないというね、そういう現象が起こったので、ちょっと修正してるところですね。で、修正してなんとか4面貼り終えて、木の床も貼り終えたら、で、試作段階でもう一度ね、トロルの襲撃を起こして、どんな感じかなっていうのを見てるところですね。で、ちょっと欠陥が見つかったので、堀をですね、ちょっと広くして、これでどうかなと思いながら、トライアンドエラーでずっとやっていってましたね。で、スライムの襲撃ですね。スライムの襲撃を起こして、見ていったんですけど、スライムの襲撃でもね、全然大丈夫になったら、いよいよですね、ゴーストの襲撃をね、起こしました。で、これでどんな感じかなと思って見てたんですけど、このね、木の床1枚分でも、ゴーストはね、入ってこないですね。時と場合によるんですけど、全然ね、幽霊入ってこなかったですね、たまたま。で、次ね、コウモリですね。コウモリの襲撃を起こしたんですけど、コウモリはですね、即座に入ってきました。ちょっとこれね、驚きだったんですよね。で、原因いろいろ調べてたら、この横からね、なんか入ってきてそうなので、この木の壁と屋根の間ですね。なので、なんとかね、こう屋根ちょっと伸ばして、で、こう木の床で蓋をするというね、対策をしたんですけど、それでもね、コウモリは、前よりかはマシになったんですけどね、やっぱりこの右からですね、侵入してきますね。これね、結局最後まで原因分からずで、バグかなと今となったら思うんですけど、どれだけ修正してもね、入ってくるときは入ってきてたんで、ちょっと萎えてた感じですね。で、どうしてもね、コウモリが結構入ってきちゃうので、腹立って第2の壁をね、こうデバッグモードでペアーっと作りました。はい。これですね、前回と一緒ですね。最初の木の壁を作ったのと一緒です。また屋根伸ばして木の床を張ってって感じなんですけど、試作段階では下2枚、上1枚っていう感じでやりましたね。で、これでもですね、だいぶ防げます。で、その試作段階からちょっと木の床を2枚足して合計4枚。で、第2の壁はですね、この木のね、屋根ですね。木の屋根26度角度が違うやつを2枚足して、最終的にこんな感じになりましたね。ただ、この第2のね、壁、内側の壁は、別に木の床でもよかったかなと思いますね。ここから木の床を伸ばしてもらってもいいかなと思います。さて、作り方もね、見てもらったところで、次はですね、この拠点の欠点をですね、紹介していきます。まず見てわかる通り、入り口がありません。なので、基本的に鉱石運ぶ時とか、このね、石のポータル、これを使うことになりますね。なので、ちょっと不便ですね。で、あとね、欠点2つ目ですね。この拠点最大の欠点なんですけど、プレイヤーがですね、この12メートル地点ぐらいにいると、普通にモブが入ってくるということですね。さて、それでは12メートル地点にいれば、なぜモブが入ってくるのかっていうのをですね、見ていきましょう。そうですね、シーカーにしましょうか。シーカーの襲撃。起こすと、さあどうなるか。はい、シーカー来ましたね。さあ、飛んで、お、建物を攻撃しましたね。はい、こんな感じでね、中に入っていますね。
これね、プレイヤーめがけてくるときに、入ってくる、モブが入ってくる角度ですかね。角度によっては、こんな感じでね、シーカーが入ってきちゃいますね。はい、探索が終わったということで、探索が終わっても、結果ね、1匹のシーカーが入ってきました。まあ、てな感じで、なんでか知らないですけどね、上行くと、モブが入ってくる確率が上がります。まあ、これはですね、多分プレイヤー磨けてくる際の、なんか角度が問題ですかね。なので、これをね、ちょっと欠点としてあげたいんですけど、で、これを防ぐためには、多分ね、ここに木の床、まあ、1枚か2枚ぐらい敷いておけば、まあ、入っては来ないかなと思いますね。ただ、こうしても、ここのね、12メートル地点に入ってこれないだけで、まあ、多分ね、16メートルぐらいとかになると、まあ、入ってくると思うんですよね。なので、なるべく高いところでね、襲撃を過ごしたいという方は、まあちょっとここの壁を高くした方がいいかなとは思いますね。で、もう一回ね、プレイヤーが下にいる時点で襲撃を起こすと、はい。前紹介したように、モブはね、入ってこれないですね。ちゃんと防ぐことができます。ただね、この上にいると、やっぱりプレイヤーがね、上にいると、上めがけて飛んでくるので、まあ、この壁がね、ちょっと無効化される可能性が高いですね。はい、てな感じで探索終わったんですけど、無傷ですね。で、この拠点をね、丸々真似して作る場合は、まあ、この上にね、プレイヤーがいると、こう壁がね、無効化されて、襲われる可能性が高いので、襲撃来た時は下に避難する方が無難かなと思いますね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、難攻不落の拠点解ということで、難攻不落の拠点を改良した拠点の紹介でした。いやー、なんとかですね、100% 防げるような拠点を作りたかったんですけど、まあ、やっぱりね、コウモリだけはどうしてもちょっとね、入ってきちゃいますね。まあ、5回に1回ぐらいは1匹ぐらいコウモリが入ってくる計算になるんですけど、まあ、それでもね、この拠点を作っていただければ、まあ、ある程度のね、襲撃は安全に過ごせると思うので、ぜひね、この極北実装、まあ来年なんですけど、まあ来年の極北実装までには作っておきたい拠点ですね。で、欠点としましては、先ほど言った通り、上にいるとモブが入ってきやすいということと、あとはもう一つですね、鉱石運搬とか荷物の運搬が非常に難しくなります。まあ、ポータルでしか移動できないので、で、石のポータルっていうのも、灰の地をね、攻略しないと手に入らないんですよね。まあ、なので、かなり終盤向けの拠点になるんですが、どんな時もね、安全に過ごしたいっていう拠点が必要な方は、ぜひね、作ってみてはいかがでしょうか。さて、それではね、今日はこの辺でお別れです。また次回お会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。